台湾という国は率直であり、危険を顧みず中国と対峙しています。純粋に民主主義の国であり続けたい。そのためには、中国に経済的にも政治的にも内包されてはいけない。台湾はいわゆる中国語源の台湾語を話し、文化的にも中国文化のように見えるため、朝鮮半島よりも台湾の方が中国に歴史的には近い国のように見えがちですが、どうでしょうか。台湾の歴史を見た場合、17世紀前半からオランダ統治に入り、その後、1662年に鄭成功がオランダ人を追い出し、鄭氏による統治となります。これは漢人による統治となりますが、鄭成功は明の残党の海賊であり清朝に反目する勢力でしたし、その母親は日本人であり、彼も日本の長崎で生まれています。鄭氏政治が崩壊した後、200年余り清朝の支配下となりましたが、そもそも台湾は漢民族とは違う台湾原住民が暮らしていた島でした。中国本土からいわゆる福建人が移住してきたのは、オランダ統治時代労働力として大量の移民を募集したことからと言われています。現在の台湾は中華民国を母体としており、中華人民共和国の抵抗勢力であり、鄭成功の時代は明を母体とし、その後の清に対する抵抗勢力という意味では同じ構図とも言えます。1871年、台湾に漂着した日本の宮古島島民54人が殺害される事件が発生しました。この事件に対して責任を追及した日本に対し、清朝は台湾人は家外の民で、清政府の責任範囲でない事件と回答しています。つまり台湾は中国文化の外の人々であり、清ではないとしたのです。それを受けてその後、日本は台湾へ出兵しています。日清戦争の20年前のことです。これに対して清は先ほどの通り無関係としました。その後、日清戦争が勃発するのですが、それは朝鮮半島をめぐる清と日本の衝突でした。朝鮮半島では清は宗主国として勢力を維持しようとし、日本と対峙するようになりました。結果的には東学島の乱をきっかけに天津条約を破棄した清と日本が戦争となるのです。これを見ても、清は台湾には全く興味がなかったことがわかるでしょう。つまり200年間統治したというのは中国の軍事的影響下にあっただけであり、実際には中国国内とは見なされていなかったということになります。1895年、日清戦争後、下関条約で台湾は日本の統治下となりますが、つまり清朝にとってはどっちでも良い島を取引したということになります。この条約において、台湾と朝鮮半島が清の支配下から切り離されました。日本による台湾統治は、この条約から第二次世界大戦の敗戦までの50年であり、朝鮮半島については日清戦争後も、李王家による体制を存続させ、自主独立の道を期待しましたが、独立心が全くなく、朝鮮政治が機能せずに1910年に併合となり、敗戦までの35年、日本の統治下となりました。このように下関条約という条約は、歴史上とても大事な分岐点となっていますが、日本の教育では日清戦争の講和条約ということ以上は、あまり伝えていないような気がするのは不思議です。台湾は中国と文化や民族的にも近いとみなされてますが、歴史を見た場合そうでもない。むしろ朝鮮半島の方が歴史的に中国と近い存在のように見えるというのは、長い歴史の中で台湾は家外として扱われた一方で、朝鮮半島は超公国だったからです。そして清からの特使は頻繁に朝鮮を訪れています。朝鮮半島は有史以来、中国の作放下にあり属国でした。そして自らを小中華と独自の名称で呼んでいました。このように見ると、台湾に独立心があり、半島は中国に対しては常に沈黙し文句を言わないのは変わっていないのかもしれません。このように考えると、中国が台湾を自国領土だと言い出したのは日本の敗戦後、中国国民党が台湾に逃れて中華民国政府を名乗ってからとなります。中国国民党の占領地は中国共産党のものだという理屈なのでしょうか。サンフランシスコ平和条約の中には、日本は台湾を放棄するとは書いてありますが、返還するとは書いてありません。返還するという表現は、相手先があってのことになりますが、そのようなことは書いていないのです。
さて、今回は中国はいつから台湾を中国だと言い出したかについてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。